さて今回はですね、あなたが講習で活用を検討しているという資料について深く見ていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。独立行政法人の情報処理推進機関、通称 IPA と、それから公益社団法人著作権情報センター、CRIC ですね。この2つのウェブサイトを今日は深掘りしていきます。テーマは情報セキュリティと著作権。正直どちらもちょっと堅苦しい響きがあるじゃないですか。まあそうですね。とっつきにくいイメージはありますよね。でも資料を見てみたらこれがかなり実践的で、面白かったんですよ。特にこの IPA が出している動画、あなたもご覧になったかもしれませんが、手口検証動画、ブラウザの偽通知、パソコン編。ああ、はいはいはい。あれはよくできてますね。ですよね。夕飯に出前でも頼もうかなってウェブサイトを見ていたら、突然、私はロボットではありません。みたいなよく見るやつに似た通知が出てくる。ありますね。で、それをクリックしちゃうと、次から次へと許可しますかって。ついはいはいって押しちゃうと、ドーンと。押しちゃいますよね、あれは。画面にセキュリティ警告、あなたの PC は危険ですって表示される。あれは心臓に悪いですよ。あの動画は本当に巧妙な手口をうまく再現していますよね。ポイントはユーザーにこれはいつもの操作だって思わせてしまうところ。なるほど。警戒心を解いてしまう点にあります。最初の許可っていうワンクリック。あれは実は攻撃者に対していつでも私の PC に通知を送っていいですよっていう、許可証を与えてしまう行為なんですよね。許可証ですか？はい。だから単なる迷惑広告っていうレベルじゃなくて、そこから偽のサポートに電話させて金銭を要求したり、あるいは個人情報を抜き取るソフトをインストールさせたりとか、うわー。そういう非常に計画的な罠の入り口というわけです。なるほど。そう考えると軽いワンクリックがとんでもなく重い意味を持っていたんですね。その通りです。だから今回はそうした具体的な手口の解剖から始めて、じゃあそもそもどうやってそういう罠を見破って避けるかという日常の防御策。そして万が一の時に頼れる公的な情報源までをつなげてみていきたいなと。あなたのデジタル世界での守る力を、受け身の知識からもっと能動的なスキルに変えていくのが今日の目的ですね。動画の。続きなんですけど。はい。偽の警告、一回出ちゃうと、ブラウザ閉じても何回もポップアップしてくるじゃないですか。出てきますね、しつこく。あれ、本当にパニックになりますよね。動画を見てて思ったんですけど、警告画面って、わざと派手な警告音を鳴らしたり、赤く点滅させたりして、あれで冷静な判断力を奪うようにデザインされてるんですよね。まさにその通りです。人間の心理的な脆弱性をついてくるんです。早く対処しないと大変なことになるって焦らせて。で、警告画面に表示された偽の電話番号に連絡させたり、怪しいボタンをクリックさせるのが彼らも狙いですから。なるほど。なので、動画で示されていた正しい対処法っていうのは、その心理戦に乗らないこと。警告画面自体はもう無視して、通知そのものを根本から断つというアプローチでした。そうでした。警告画面じゃなくて、通知の右上の小さな設定アイコンから入っていくんですよね。そうです、そうです。そこでブラウザの通知設定を開くと、見知らぬ怪しい URL が登録されているっていう。これ見つけた時に、犯人はお前かって思いましたよ。なりますよね。でも正直なところ、設定画面って結構分かりにくい場所にあるなとも感じたんですが。それは重要な指摘ですね。この手口の核心は、結局、ブラウザの通知機能の悪用にあるわけですけど、この機能自体は本来便利なものですからね。そうですよね。新しいメールとかニュース速報とか。
攻撃者はその利便性を逆立てにとっている。だからこそ私たち利用者側も便利な機能には悪用されるリスクが裏腹にあると知った上で、どこをチェックすればいいのかっていう知識を持っておくことがすごく重要になるんです。なるほど。このケースではそれがブラウザの通知設定だったっていうことですね。なるほどな。ちなみに、これってパソコンだけの話じゃないんですよね。ええ、スマートフォンだともっと巧妙な手口がありそうな気がしますけど。おっしゃる通りで、IPA は Android 編とか iPhone 編の検証動画も公開しています。あ、そうなんですね。はい。例えば、宅配便の不在通知を総った SMS、ショートメッセージですね。あれが届いて、書いてある URL をタップすると、偽サイトに誘導されて、不正なアプリをインストールさせられるとか。ああ、それ聞いたことあります。ええ、ああいう手口は後を絶ちません。デバイスが変わっても、利用者のうっかりとか、心理的な隙をつくっていう本質は全く同じなんです。でもこういう手口って知っても知ってもなんか次から次へと新しくなりますよね。ええ、なりますね。個別の手口を追いかけるだけだとなんだかいたちごっこになりませんか？もっと根本的にどんな罠にもかかりにくくなるような心構えみたいなものって資料の中にありましたか？良い質問ですね。そこがまさに次にお話ししたいポイントなんです。IPA はですね、小豚と学ぼう、情報セキュリティ対策の基本っていうすごく短いアニメシリーズで5つの基本的な対策を挙げています。個別の手口への対処も大事ですけど、それ以前にそもそも攻撃者が狙いにくい、守りの固い城を築いておくという考え方ですね。それ見ました。15秒くらいですごくわかりやすいやつですよね。確か、はい。OS やソフトウェアは常に最新。そうです。ウイルス対策ソフトを導入。ええ。パスワードは長く複雑に。使い回さない。スマホの画面ロック設定。それから、脅威の手口を知る。この5つでしたっけ？はい、その5つです。でもこれ、正直に言うと、どれも当たり前に聞こえませんか？そうかもしれませんね。特に、パスワードは複雑になんて、もう10年以上前から言われてる気がします。それでも被害が減らないのって、一体何なんでしょうね。そこが面白い点なんです。これらの対策を単なるチェックリストとして見ると、またその話かって感じてしまうかもしれない。はい。でも、これらを攻撃者の視点から見てみると、一つのストーリーとしてちゃんとつながってくるんですよ。攻撃者の視点ですか？ええ。攻撃者があなたを狙うとき、どういう思考プロセスをたどるか。まず、さっきの偽通知のような手口を使って、あなたを騙そうとしますよね。これが5番。はい。もしあなたが騙されなくても、次に彼らが探すのは、あなたのシステムの穴。つまり、古い OS とかソフトウェアの脆弱性。これが1番。なるほど。そこが侵入経路になる。もしそこも塞がれていたら、今度はあなたの家の鍵。つまり、パスワードを狙います。単純なパスワードを推測したり、別の場所から漏れたパスワードを使い回していないか試したりするわけです。これが3番ですね。なるほど。攻撃者の攻撃ルートを一つずつ塞いでいくイメージなんですね。その通りです。そして、万が一それらの防御が破られてウイルスに感染してしまっても、最後の砦として、それを検知、駆除してくれるのが、ウイルス対策ソフト。2番ですね。はい。で、物理的にスマホを盗まれたり落としたりした時の最後の防波堤が画面ロック。4番です。つまり、この5つの対策ってバラバラのルールじゃなくて、攻撃者の思考プロセスを逆から潰していく多層的な防御戦略になってるんです。面白い。単なるやるべきことリストじゃなくて、なぜこれをやるのかを戦略的に理解することが、言うは優しい、行うは難しいの壁を越える鍵になるんです。攻防一体の戦略として捉えるわけですね。そう聞くと一つ一つの対策の意味合いが全く違って見えてきますね。確かに、ただ OS をアップデートしろって言われるより、そこは攻撃者が狙ってくる一番の侵入口だから、城の門を固く閉ざしておく必要があるんだって言われた方が納得感があります。そしてそうした知識をさらに深めるためのリソースが IPA のサイトには本当に豊富に用意されてるんです。そうなんですよ。この IPA のサイトを今回調べていて驚いたんですけど、ただの資料集じゃないんですよね。映像コンテンツ一覧っていうページを見ると、新入社員向けの3つのカバンっていう社会人基礎力も学べるドラマとか、
ほう。あとはテレワーク中の夫婦の会話でセキュリティの落とし穴を描く妻からのメッセージとか、セキュリティ研修がドラマ仕立てってちょっと面白そうじゃないですか。いいですね。中小企業向けに派遣が解決、情報セキュリティ規定作成のポイントなんていうより実務的なコンテンツもありますね。ありましたね。対象者とか目的に合わせて様々な切り口のコンテンツら無料で、しかも申請不要で研修に使える。これは教育担当者にとってはすごく心強い見方だと思います。本当にそうですね。さて、ここまでは主に技術的な脅威から自分を守るっていう話でした。はい。でもデジタル社会で私たちが守るべきものってもう一つありますよね。はい。実はこの守るという考え方は自分の情報だけじゃなくて他人の創作物をどう扱うか、つまり著作権にも密接につながってくるんです。著作権。ええ。例えば違法にアップロードされた漫画とか映画を公開しているいわゆる海賊版サイト。あそこからコンテンツをダウンロードする行為。はい。これは著作権侵害であると同時にマルウェア感染の最大の入り口の一つでもあるんですよ。なるほど。そこでつながってくるわけですか。セキュリティリスクと著作権の問題は表裏一体だと。その通りです。だからこそもう一つの情報源である CRIC、著作権情報センターの資料が重要になってくるんです。はい。CRIC のサイトには初めての著作権講座みたいな分かりやすいパンフレットとか具体的な事例を解説した著作権 Q&A がすごく充実しています。ほう。例えば自分がブログに載せた写真が無断で使われたらどうするとか、 YouTube で歌うってみた動画を公開する時の注意点はとか、それは気になりますね。誰もが一度は疑問に思うようなことについて専門的な見地から解説されています。それは実践的で助かりますね。特に何かを作る人にとっては知らなかったじゃ済まされない問題ですし。そして CRIC が提供しているサポートで特に注目すべきなのが著作権電話相談室の存在です。電話相談室。はい。専用の電話番号、03-5333-0393で専門の相談員に直接無料で質問ができるんですよ。へえ。これは非常に価値の高いサービスです。ネットで検索してもわからないような個別の具体的なケースについて相談できる窓口が公的に用意されているわけですから。電話で直接聞けるんですか？それはすごい。例えば、会社のプレゼン資料にネットで見つけたイラストを使いたいんだけど、引用元の記載さえすれば大丈夫みたいな、ちょっとした疑問でも。まさにそういった日常的な疑問に答えるための相談室です。受付時間が平日の限られた時間ではありますけど、この存在を知っているかどうかで、いざという時の安心感が全く違うはずです。なるほど。IPA がサイバー攻撃という外からの脅威に対する技術的な守り方を教えてくれる機関だとすれば、CRIC は私たちが社会のルールの中で活動するための知的な守り方、つまり権利やルールに関する知識を提供してくれる場所。デジタルで何かを生み出したり利用したりする現代人にとって、この両輪の知識は不可欠だと言えるでしょうね。なるほど。今日の話をまとめてみると、ネット上の脅威はどんどん巧妙化してるけど、それに対抗するための信頼できる羅針盤が IPA とか CRIC みたいな公的機関によって、しかも無料で提供されているっていうことですね。そういうことになります。偽の警告への対処法のような、植物的なテクニックから5つの対策っていう戦略的な考え方、そして著作権っていう社会的なルールまで、点と点だった知識がなんか線でつながった感じがします。重要なのはこれらの情報源にちゃんとアクセスして常に自分の知識をアップデートし続けることですね。そうですね。まずは手始めに自分のスマートフォンの通知設定に見覚えのないサイトが登録されてないかチェックするところから始めてみるのが良さそうですね。いいと思います。あなたの講習でもこうした具体的なアクションを促すことが参加者の意識を変えるきっかけになるかもしれません。最後にあなたに一つ考えていただきたい問いを投げかけたいと思います。今回見てきた対策っていうのはいわば基地の脅威に対する守りの知識です。しかし攻撃者は常にその守りをどうやって突破するかを考えています。私たちがセキュリティ意識を高めて対策ツールが進化する一方で、攻撃側も AI なんかを利用してより巧妙で一人一人の心理に合わせて最適化された詐欺を生み出してくるでしょう。まるで終わりのない軍拡競争のようですね。そこで問いたいのは、これからの未来、
私たちはテクノロジーの進化と人間の心理的な隙を突く攻撃との間でどのようにバランスを取っていくべきなのかということです。バランスですか？ルールやツールだけに頼るんじゃなくて、あなた自身のデジタルな直感、つまりこれは何かおかしいと感じるセンスをどうやって磨いていきますか？少し考えてみてください。